皆さんおはようございます。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は銀座の上ピアルプ会館というところで、株式会社歌舞伎座の株主総会が開けられるんで行ってみましょう。それではレッツゴー。今株式会社歌舞伎座の株主総会が終わりました。1時間5分ぐらいでしょうか。歌舞伎愛にあふれる温かい面、厳しい面、いろんな質問ありましたけども、いい株主総会だったと思います。安倍子社長も的確に運営をされてました。まず一番最初に、4月の座席不具合による休園のお詫びがありました。2013年に歌舞伎座再開して、経年劣化、すべての劣化部材を交換したということだそうです。で、事業報告に関しては、売上は31億円。大きく歌舞伎座の場合は3つの事業あります。不動産管理と飲食店運営、そして売店運営です。不動産が19億、そして飲食が 5.8 億、そして売店が6億、合計で31億円の売上ということです。で、不動産に関しては、女性用劇場内の女性用トイレの改修も行ったそうです。そして飲食店では3階の花かごですね。いろんな演目に応じて、よろずやさんの襲名の時はよろずや御前、そしてきつね花の上演の時はきつね花バーなんてのをやったそうです。あと売店、小引町広場で、スベニアという、インバウンド向けで、ハッピーとか兜とかを売っていると、好評ということだそうです。で、質問です。今日質問全部で、8問ありました。まず第1問目、長期保有者に関する優遇策。実は、歌舞伎座のこの株、10年以上保有している方が、52% と、非常に多いですね。いるそうです。以前は、役者のトークショーとかもあったそうです。ということで、またそういうのも企画したいという話もありました。あと感激プラスの食事とかお土産も検討ということでした。2つ目の質問は、歌舞伎座と松竹のこの役割分担ですと。特に今確かに去年の11月にいきなり舞台機構のやはり故障ということで、いきなりようこそ歌舞伎座へと。本当は顔見世興行のはずだったんですけども、そういうようこそ歌舞伎座に変わってしまったと。一体どういう分担になっているのかという話です。大きく言うと、劇場は株式会社歌舞伎座、そしてタワーの方は松竹ということだそうです。ただ、制作に直結する舞台機構は実は松竹が管理しているということで、昨年の舞台機構の不具合に関しては、これは松竹の責任というふうに言っていました。あと3つ目です。私の方で質問させていただいたんですけども、今後ということで、この今期は忠臣蔵はじめ、菅原伝中義経千本桜と、大きい公演が続く。そして菊五郎襲名もあると、どんなことを考えているんですかということで、歌舞伎座の場合は売店とか飲食になるんで、忠臣蔵の時実は切腹もなかを普段も売ってるんですけども、さすが忠臣蔵の時従来の3から4倍の売り上げになったそうです。こういう演目ゆかりの名産を取り揃えて、売り上げを強化したいと。あと、最近だと以前あった柿もなかというのも好評で、定番にしたそうです。食べてみたいですね。初日にお土産だけ売り切れないうちに買いに来るお客さんもいるなんていう話もされてました。
4つ目の質問は、事業所の中に大船とあります。大船、昔の撮影所のとこですけども、どういう授業をされているんですかと。不動産管理ということで、今、ショッピングセンターがあります。そのショッピングセンターの管理をされているということでした。5つ目の質問で、株を持っているのはもう席のためだという株主さんでした。その席の割り当て等に関して質問ありました。実は株保有者に対する優待として一等席が6割、二等席が4割という今割合で割り当てているそうです。ただ3年くらい前にこの一等席の割合を増やしたという話でした。で6番目は、イヤホンガイドの売り方が変わって回数券がなくなったということに関しては、これは株式会社イヤホンガイドに伝えておくということでした。あと7番目は、これは株価が低迷していると、どういうことだと、コロナ時代から復活しないということに対しては、収益を高めて企業価値を上げていきたいという話でした。最後の質問、4月に座席の不具合で中止になった分の振り替えということで、7月、8月の公演に振り替えをする予定だそうです。ということで、歌舞伎のこの広い意味での公演、興行を支えている今日は株式会社歌舞伎座の株主総会の内容をお届けしました。ぜひ皆さん、いいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。こういう歌舞伎を支える人ということでは、今度の6月19日に世田谷文学館で常磐津和江太夫師匠の講演会をします。演者と役者の、内緒話ということで、他では聞けない話を語っていただけるそうです。楽しみですね。あと、LINE、公式 LINE でも毎週情報を発信してますので、ぜひその登録もよろしくお願いします。それでは、また6月も歌舞伎座ランキング作ります。ということで、歌舞伎、そして文楽、落語、いろんな伝統芸能を一緒に楽しんでいきましょう。それではまた。歌舞伎 YouTuber 不伝の和風でした。